沖縄本島から1時間で行けるこの楽園。場所は座間味島。透き通った青い海、色鮮やかなサンゴ礁、ウミガメ、夕日に天の川。もうね、大自然の宝庫、パラダイス。僕は2年前の2022年6月に初めて行って、これまで計4回ぐらいね、行ってて、滞在日数で言うと1ヶ月ぐらい。友達のおすすめで何気なく行ってみたんだけども、とてつもなく魅了されて、もう自分用のフィンとシュノーケルマスクを買ってしまうぐらいドハマりした。何がいいって、もうとにかく海が綺麗すぎて潜るのが楽しすぎる。正直これまで海に潜って何が楽しいんだろうなーって思ってた派なんだけど、もう楽しくってね、童心に帰ってこんな遊んだのはいつぶりだろっていうぐらい本当にめちゃくちゃハマっちゃって、冗談抜きで人生の楽しみが増えた。豊かになりまくりったで、多くの人がまだねこれ行ったことないと思う場所なんよ、おそらく。でこれ間違いなく世界トップレベルで綺麗な海なんよ。でしかも沖縄本島から1時間で行けるっていうこの近さ。こんな近くにこんな楽園あったんだっていう。もうこの動画だけ見ておけば一旦 OK だよって感じになるようにまとめます。で今回お話ししていくことは、そもそも座間味島ってどんなところとか、どんな人におすすめか、生き方、過ごし方などなど。ちなみにこの座間味島の魅力どうにかして動画にしたいなと思って2分ぐらいの観光 PR 動画作ってます。で、座間味村観光協会さんの PC 版のサイトに掲載いただいていたりとか、日本国際観光映像祭っていうところでノミネートもされたりしているので、まずそっち見たいな、気になるなっていう方見てみてください。まず場所的には座間味島は本島のすぐ近くで、この島一帯を慶良間諸島っていうんだけど、慶良間諸島国立公園ってものに指定されていて、環境省の説明を借りると、世界にも類のない美しい自然を日本の宝として未来に引き継ぐ役割を担っていますっていう、ものになっていて、でこの説明だけでとても美しい場所なんだなっていうのが、想像できるんじゃないかなと。でしかも2014年に27年ぶりに新たに指定された31番目の国立公園。そして座間味周辺の海域はラムサール条約にも登録されていて、ラムサール条約は世界中の重要な自然環境を保護するための国際条約。とても簡単に言うと、めっちゃ綺麗だから保護していこうねって決められている場所なわけです。そら綺麗だよね。そしてこんな美しい場所なんだけど、実は第二次世界大戦でアメリカが初めて上陸したのはこの慶良間諸島だったりします。赤島、ゲルマ島、座間味島と上陸をして大きな被害を受けて強制集団自決が起きたりとか、この美しい光景からは想像もできないことが1945年に起きていた。ちょっと暗くなっちゃったね。とにかくとても綺麗で、島ならではのまったりとした時の流れ感じながら、手つかずの自然や沖縄の原風景を楽しめる場所。どんな人におすすめか。もう一人でも友達同士でもカップルでもファミリーでもね、誰でも楽しめるよ。ただ、友達同士とかカップルなら、海に潜れる人同士だとより楽しめると思う。俺が一番魅了されたのは海の中だったから、美しいサンゴ礁にカラフルな魚、天然水族館って感じで気分はあり得る。ほんと数時間と潜ってても俺は飽きないんだけど、これがね、潜れない友達とかと行ったりすると、ずっとビーチで待たせるとかってことになってしまうかもしれないから、思う存分楽しめないかもしれないね、そういう場合は。だからどうせ行くんだったら、ある程度泳げる人同士だといいかなと。でも浅瀬でゴーグルつけて水中見るだけでもちっちゃい魚とかね、ちょっと大きめの魚とか全然いるから、カップルでもファミリーでもがっつり潜らなくても楽しめるから安心してください。で、行き方は主に2つあって、トマリンから船が出てます。1つ目がフェリーで2時間かけてゆっくり行くのと、2つ目が高速船で1時間でサクッと行く。基本的に俺は高速船で行くことが多い。天候が悪いと欠航しやすくて、高速船の方がフェリーよりもね、欠航しやすい。だからね、気軽に行けるっちゃ行けるんだけど、天気次第なところもあるから、事前に天気は調べておいた方がいいです。時期的な話をしておくと、6、7、8、9、10月あたりに行くのが良いかなと。で、俺は過去に6月と9月、あと4月に行ったことがあって、どのタイミングがベストだったかっていうと、6月と9月。4月がなんで微妙かっていうと、日差しめっちゃ暑くて最高なんだけど、海、
これね、海水温の変化って2ヶ月遅れって言われていて、入ったら結構冷たい。結構冷たい。ウェットスーツ着ても寒いな、みたいな感じだったから、6月、9月が良かったかなと。で、なんで6月っていう言い方をしてるかっていうと、だいたい沖縄の梅雨明けって6月20日あたりぐらいだなっていう肌感があって、なんか例年そんな印象があるわけ。だから、6月は梅雨明けで最高に晴れていて、もう潜りがいのある、海に入りがいのある気温になるんだけど、一個懸念点というかね、デメリットを言うならば、台風とか、結構天候が激しく荒れていたりしたら、梅雨の時期で海が濁りがち。それはそれで綺麗なんだけど、ちょっと濁ってて、この本来持ってる抜群の透明感っていうのはあまりもしかしたら感じられないかもしれない。でも全然綺麗な海を感じられる。で、9月、これもね、ちょっと台風来る可能性あるんだよね。台風来た後に行くもいいんだけど、これもやっぱり濁ってしまう可能性があるから、台風来る前に行けたならばそれがベストだね。多くの人は仕事をフレキシブルに休めない可能性もあるから、7月とか8月、ハイシーズンになってしまって、結構やっぱこの期間は人が多い印象がある。だから僕はそこを外して6月か9月に行くことが多かった。ここでさらにプラスアルファの情報をお伝えすると、座間味島、天の川、えぐい。もう半端ない。柔軟に休みを取れるならば、どうせなら天の川を見れる新月のタイミング狙ってみるといいと思います。月の明るさで星のわずかな光消されてしまうので、月が出てこないタイミングが一番星が見えます。例えば2024年の7月、この満月とか新月が分かるカレンダーを見てみると、7月6日ってなってますね。8月だと8月4日。いずれも2024年はだいたい月始めあたりが新月ですね。そしてさらに新月に加えて天気も良くないといけない。曇ってたら全く見れない。星空指数って検索すると、その日どれだけ星が見えるかっていう指標が出てくるから、それも参考にしてみてください。つまり月が出ていない日付を探して天気は晴れることをただただ祈って晴れたならば、あとは街灯がない港とか街から少し外れた暗い道に行けば、もう満天の星空、肉眼でしっかり見えたし、流れ星も見えるし、幸いなことに僕は初めて座間味に行ったタイミングで最高の条件が揃ってた。でね、天の川見て思ったけど、やっぱ現代っていろいろ便利になったでしょ。ただね、自然にはかなわねえなって思いますね。いくらお金払っても月を消すことはできないし、曇り空を晴れにすることはできないし、あらゆる自然の条件が重なって初めて見れる。だからこそ自然は美しいなと。それでは次に過ごし方。これはね、泊まりか日帰りか、この2択になると思うんだけど、日帰りはもったいない。絶対に泊まりをおすすめしたい。またすぐ行ける人ならいいと思うんだけど、多くの人は普段仕事があってサクッと沖縄行くっていうのが難しいと思う。どうせ行くんだったら泊まって満喫した方が絶対にいい。例えば高速船を使って日帰りで行く場合は、那覇を9時に出て10時に座間味着。で、その日の一番遅い便が17時、つまり7時間の滞在時間があるわけで、ビーチでまったりとかね、数時間潜るだけとかだったら全然いいと思うんだけど、せっかく行くんだったら慌ただしく過ごしたくないし、今日はここでゆっくりして夕方は夕日を見て、明日はあっちの無人島行ってみようかなみたいな、せっかく過ごすんだったらゆっくりたっぷり座間味を楽しむことをおすすめします。で、泊まる場合は一人や友達同士とか、カップルだったらゲストハウスとか民宿がコスパがめちゃくちゃいい。僕はいつもインターナショナルゲストハウスっていうところに泊まってて、1泊3000円。民宿だとだいたい5000円ぐらいなのかな。で、ホテル行ったら、1万円ぐらいしちゃう。で、泊まれれば何でも OK って感じなんで、僕はこういうゲストハウスに毎回泊まっていて、女性専用の部屋もあったりとか、少ないんだけど個室もある。で、基本的に2段ベッドがなんか10個弱ぐらい確かあって、カーテンでベッドが仕切られているっていう、ほんとそんなゲストハウスっていう感じ。で、ベッドは汚い感じはしないから俺は平気なんだけど、この辺はね、今度行った時に Vlog 撮って紹介しようかな。めっちゃ綺麗好きな人はもしかしたら無理かもしれない。
でホテルも泊まったことあって、オセアナポートビレッジっていうところに2022年の時は泊まりました。1泊1万円ぐらい。でも今2024年やっぱり訪日観光客とかいろいろ増えてきて1万5,000円前後とかになってるかな。値上がりしてます。で他にも泊まるとこはあるんだけれども、島だからやっぱねキャパは限られてる。でそういうホテルを取ろうとすると結構満室気味で、ゲストハウス泊まるときは僕はね天候を見て1週間2週間前にこの日行こうかなって決めて直前で取ることが多いんだけど、だいたい取れるからありがたい。でそんな座間味で何ができるのか、詳細はこの後どんどん話していくんだけど、ざっくり言うとビーチでまったりとか、浅瀬で魚見たり、シュノーケリング、ダイビング、サップなどなど。でシュノーケリングマスクとかフィンは全部現地でレンタルできるから、水着だけあればなんとかなる。でもね、水着も現地で買うことができるから、極論何も持たずに行ってもなんとかなる。ってことで、こっからね、座間味島の各スポットの紹介や座間味島から行ける無人島を紹介していきます。すべて僕が行った場所なので、誰向けで何が魅力かっていうのをお話ししていきます。まず、港近くのスポットで言うと、フル座間味ビーチもここは一番人気かもしれない。もう座間味に訪れた人は全員行くであろうナンバーワンのスポット。白い砂浜に透き通った海、もうこれを目の当たりにした時の感動はもうね、言葉を失うね。超綺麗。もう現地でパラソルやフィンも全部レンタルできるから、ビーチでまったりする人もいれば、シュノーケリングしてる人もいて、ファミリー、カップル、友達同士、どんな人でも楽しめる。ここは絶対行った方がいいかもしれない。で少し沖の方まで行くと魚がブワーって泳いでいたりとか、サンゴ礁はねあんまりないんだけれども、白い砂浜と透き通った海っていうのが超綺麗で、ここの行き方は港から歩いていけないことはないんだけど、俺は原付をレンタルしたりとか、オセアナポートビレッジっていう泊まったホテルではチョモビっていう電気自動車をレンタルすることができたから、それで行った。でレンタルチャリもあるらしいんだけど、もう絶対おすすめしない。もう坂道がちょっとしんどいと思う。だいぶしんどいと思う。で次にアマビーチ。こっちはフル座間味ビーチの反対側に位置していて、ウミガメを見たい人はこっちに行った方がいい。で特に満潮時がおすすめです。その満潮時に海藻を食べにウミガメがやってくる場所で、初めて行った時は見れなかったんだけど、2回目行った時は子供のウミガメを見ることができました。もうね、人慣れしすぎてて、なんか近づいてもすごいまったりと泳いで海藻を食べてて超可愛い。でね、こっちもフィンとか全部レンタルできるから、ファミリー、友達誰でもおすすめ。で坂道はないからチャリで行けなくはないけど、近くはないかな。原付とかの方が楽でしょう。で次に島一周するならこのスポットも行ってみようっていうくくりでいろいろ紹介していきます。半日あれば島一周できるからね、原付とかその電気自動車のチョモビとかレンタカーをするんだったら島一周はね絶対楽しいと思う。で一つ目、ユヒナの浜。ここは港から原付で10分ぐらいかな。で僕が初めて行った時はほぼ誰もいないプライベートビーチなんかなまったな、プライベートビーチプライベートビーチみたいなところで、ノアっていうね、そのサップツアーをやったって話さっきしたと思うんだけど、そのツアーの出発場所もここだったから、時間帯によってはそういう人たちもいるかもしれない。で友達やカップル同士でゆっくり過ごすんならいいと思うんだけど、監視員とかいないから気をつけてください。で次に知志展望台。ここは港から原付で20分ぐらいで、海を一望できるすごい見晴らしのいい展望台で、なんだろうな、断崖絶壁の崖と海みたいな感じで、なんかそういう壮大な景色を眺められる場所っていう感じ。一番北の展望台らしいんだけど、でも行ってもそういう景色を眺めてゆっくりするぐらいだから、時間あるし暇だから行くかっていうノリで行くのがちょうどいいかもしれない。例えばその105ストアっていう売店が港の近くにあって、コンビニみたいなところがあって、そこでお昼ご飯買ってこの展望台で食べるとかっていうのはいいかもしれないね。で次、サンセット見たいならここに行けっていう箇所2箇所紹介します。1つ目、神の浜展望台。こっちは港から原付で10分ぐらいで、結構山道を登っていくからチャリはマジでおすすめしない。絶対に過酷
2021年ぐらいにリニューアルされたみたいで、比較的結構綺麗なところでした。で、夕日スポットとして今紹介してるけど、個人的にここがベストなポイントではない。で、2つ目のこのうなじの幸展望台、もう夕日は絶対ここで見て、最高の眺め。このね、水平線に沈む夕日がまあ綺麗。もう本当に綺麗。しかしね、これもまた天候次第で見え方が変わってくるから、心構え的には見れたらいいなっていうぐらいがちょうどいいかもしれない。日帰りはもったいないですよっていうのは、これが理由。17時の便で帰ったらここで夕日見ることができないのよ。で、かつ1泊でももったいないなって思う。今日夕日見れなかったから明日またここに来ようっていうのができないでしょ。2泊とか3泊とかあったら、今日見れなくても明日見れるからいっかみたいな、そんな心構えで入れるから、それぐらいここで見る夕日っていうのは価値がある。本当に素敵、素晴らしい、もう最高で、僕は総滞在日数が1ヶ月ぐらいあるんだけど、やっぱり毎日天候変わるし、雲少しかかっただけで全然見れなかったりするから、どうせ行くんだったらできるだけ滞在して、ここでしか味わえない自然美っていうのをね、もう存分に堪能してほしいなって思う。あとは自己責任だけど、柵越えて岩肌で座って見てる人も多いかな。本当にここで見た夕日は最高でした。それでは次に無人島に行ってシュノーケルが最高っていう話をしていきます。僕が座間味島行くってなったらもう絶対に無人島行きます。で、3カ所紹介していきます。それでは1つ目、安室島。こちら港から渡し船で5分10分したら着きます。初めて行った無人島はここでした。がっつり潜りたい人もおすすめだし、あまり潜れないけど海楽しみたいなとか、そんな人におすすめ。だからカップル、ファミリー、友達同士誰でも楽しめる場所だと思います。2つ目、揚梨久島。ここはやばい。こちらも港から渡し船で5分10分すぐ着きます。サンゴ礁の森と言っても過言ではない。泳ぐスポット次第なんですけど、とにかく感動した。ここはがっつりシュノーケル楽しみたい人にはうってつけの場所。島の北側が、こういった砂浜になっていて、ここも超綺麗なんだけど、僕が潜ったポイントっていうのは島の西側、少し岩肌になっているところで、砂浜のビーチってよりかは本当岩肌、ちょっと危ないかもしれない。フィンとかをちゃんとシューズを履いて入らないと危ないところだと思います。でもここからもう浅瀬から沖の方に行くところも全部サンゴ礁。とんでもない。もちろん熱帯魚もたくさん。もう手を伸ばせばつかめてしまうんじゃないかっていうほどたくさんの熱帯魚が目の前を泳いでいて、ここは泳げる人同士で行った方がいいと思います。泳げなくてもライフジャケットつけて、ちょっと海中覗くだけでもすごく楽しめるところ。なのでファミリー、カップル、友達同士、ここもね、誰でも楽しめますね。ファミリーとか少しがっつり潜れないなっていう人は、この島の北側の砂浜でゆっくり過ごすもいいし、がっつり泳ぎたい人はちょっと島の西側に行って岩肌のところから海に入っていく。もうとんでもないね。とんでもない。海中にこんな色鮮やかな世界があるんだっていうことを知れて心底嬉しく、とても感動しましたね。3つ目が日島。こちらも港から渡し船で5分10分したら着きます。ここは安室島と揚梨久よりも、結構ビーチが広くて、白い砂浜に透き通った青い海がとても美しく見れる場所だと思います。サンゴ礁や魚は比較的少ない方なのかなと思います。その代わり少し沖の方まで行くと海底の砂浜が美しく広がっていて、深く潜って楽しみたいっていう人はおすすめかなと。もちろん浅瀬でも楽しめるポイントはあって、僕が行った時はお母さんと子供2人で来ていたりとかもしていたので、ゆっくり過ごせる場所でもあると思います。どの無人島も魅力的すぎて1日で回りたいくらいなんだけど、1日1箇所に留めてたっぷり無人島の魅力を味わうってのがおすすめだと思います。無人島ならではのゆったりとした時間の中で潜ったり砂浜でのんびり過ごすこの時間はとても幸せ。さらにプラスアルファの情報として、ウミガメに出会いたいなら赤島に行くのもありです。数百円ぐらいでこの座間味島からふーっとこちらの赤島に行くことができます。かなりの高確率でウミガメちゃんに出会えるっていうのを聞いて、赤ビーチに行ったのが2023年の9月ぐらい。
で、赤ビーチは港から自転車でもう5分ぐらいだった気がします。港近くで、自転車をレンタルしてビーチまで行きまして、30分ぐらい泳いでたらウミガメちゃんに出会いました。こんな感じで。なので、座間味で2泊3日とか3泊4日と数泊する予定があって、ゆったり過ごせるならば、どっか1日赤島行くのはありだと思います。それでは次にご飯屋さんです。特に宿泊をする人は絶対にご飯屋さん把握した上で、行きたいところがあるんだったら予約してください。いきなり行っても予約いっぱいなんで入れませんとか言われる。ご飯食べれなくなっちゃう。それでは一つ目、105ストア。ここはレストランとかじゃないんだけど、いわゆるコンビニのようなところです。水とかジュース買うこともできるし、お弁当やおにぎりを買うこともできる。絆創膏のような日用品も買うことができます。だから日帰りでも宿泊でも必ずここは利用することになるんじゃないかなと。はい。絶対に押さえておくべきです。で、僕のいつもの流れで言うと、ここでおにぎりとかお弁当を買うんですけど、すごいもうやっぱ手作り感満載なんですよ。もうそれがすごい良くて、朝ごはんはここでスパムおにぎり買って食べて、お弁当も買って、それを持って無人島に行って一泳ぎした後に、もう大自然を感じながら食べるお弁当がもう至高、最高、おすすめです。それでは2つ目、オープンハウス。これ今見たらお店の名前が変わってるんだけど、多分一緒です。で、港の目の前にあって、僕 2,3 回ぐらいもう行ってるんだけど、定食をがっつり夜食べることができるから、もうね、最高です。はい。豆腐チャンプルとか、なんかね、いろいろ食べましたね。定食の他にも居酒屋的な感じで一品一品頼むこともできるから、一人とか友達同士でがっつり食べたいんだったらありだと思います。すごく雰囲気的には地元の人が行くような、なんかそういうアットホームなお店な印象があります。2つ目、リトルキッチン。ここは 2,3 回行ったことあるかな。前にこのオセアナポートビレッジっていうところに泊まっていて、すぐ近くにあったので、よくご飯食べてました、ここで。で、一人でも行ったことあるし、友達と2人で行ったことあって、すごくがっつり定食が出てくるかっていうと、そういうメニューではなく、タコライスとかパスタとか、なので友達カップルファミリーでいろいろ食べたいんだったらありだと思います。次はラトゥークですね。ここはすごくおしゃれな居酒屋っていうイメージです。友達カップルでおしゃれな空間で食べ飲みしたいなっていう人はおすすめかなと思います。次、レストラン丸宮。定食がっつり食べられます。僕は好きです、ここ。2回ぐらい行ってるんですけど、すごい家庭的な沖縄料理を楽しめる、食べられるっていう印象があります。次は居酒屋70。その名の通り居酒屋です。1回だけ行ったことあって、美味しかったね。いろいろと一品一品頼んで、本当にお腹いっぱいになって、食べ飲みしたいんだったら、ここは最適。で、他にもいろいろあります。あくまで今僕がご紹介したのは、僕が行ったことある場所、ピックアップしてご紹介しただけだったので、いろいろ調べてみてください。そして必ず行くときは、その日の朝なのか昼なのか前日なのか、予約の電話をしておきましょう。